皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマは沼るです。沼るという言葉、聞いたことありますか？この言葉の意味は、何かに深くはまって抜けにくくなることを意味します。もともとはネット用語でしたが、今では一般的な会話の中でも広く使われるようになりました。最初は楽しいなとか、何なんだろうっていう興味から始まるんですけれども、気づいたら深く入りすぎている。もう自分でもコントロールしにくい。そんな状態を沼ると言います。似た言葉としてハマる、依存するがあるんですけれども、その中間が沼るなんですね。で、まずハマるっていうのは何かが好きで楽しんでいる状態です。なのでまだ自分でコントロールできます。で、次に沼るはハマるよりもっと深い状態です。楽しいけど少しやめにくくなっています。そして依存するは一番気持ちが強い状態です。もうそれがないとダメっていうので、もう自分でコントロールできなくなってしまいます。というのでね、沼るっていうのはハマると依存するの中間間だと思ってください。で、この沼るという言葉の由来ですが、沼から来ています。沼は泥が多くて足が動きにくい場所です。沼は一度入るとどんどん沈んで抜けにくい場所ですよね。そこから気づいたら抜けられないほどハマっているっていうので、沼るになりました。で、この沼るの使い方なんですが、恋愛、推し、アニメ、ゲームなど、いろいろなものに使います。で、4つ紹介しますね。1つ目が恋愛に沼るです。で、この恋愛で沼るっていうのは、相手への気持ちが強くなりすぎて抜け出せなくなる状態のことです。もう気づいたらその人のことばかり考えてしまって、冷静に判断できなくなるということもあります。好きを超えて相手に強くこだわっている状態ですね。で、2つ目が推しに沼るですね。推しに沼るとは、好きなアイドルとかキャラクターに深くハマることです。グッズを集めたり、イベントに行ったりして、どんどん夢中になります。っていうのでね、推しのために時間やお金をたくさん使ってしまうこともあります。で、3つ目がアニメに沼るです。アニメに沼るとは、特定の作品やキャラクターに深くハマることです。同じ作品を何度も見たり、グッズを集めたりして、その世界に入り込んでいきます。というので、日常生活の中でもアニメのことを考える時間が増えますね。で、4つ目がゲームに沼るです。で、ゲームに沼るとは、ゲームに夢中になってやめられなくなることです。レベル上げやアイテム集め、ガチャなどにハマってしまいます。
はい。っていうので気づいたら長い時間プレイしてしまうこともあります。はい。っていうのでね、こう恋愛に沼る、推しに沼る、アニメに沼る、ゲームに沼る。はい。あるんですけど、皆さんどうですかね？何かに沼ったことってありますかね？はい。私は考えてみると、推しに沼るっていうのは昔あったかなって思いますね。高校生の時に、東方神起っていう韓国でね有名な、はい、K-POP アイドルグループがいたと思うんですけれども、はい、5人組の時ですね、はい、その時沼ってましたね。高校生の時だから勉強ももちろんしてたんですけれども、勉強以外の時間は基本的にもう東方神起の歌を聴いたり、あとは週末になったらCD ショップに行ってアルバムとか、あとはコンサート DVD を買ったりしたりとか、あとは雑誌の表紙が東方神起になるって聞いたら、その雑誌を買ったりとか、あとカードを集めたりとかですね。はい、そういう感じで私も推しに沼った経験はありますね。はい、というので今回のテーマは沼るです。で、私は最近沼るっていうことについて深く考えたんですね。で、なんでかっていうと、私は最近ある日本の本を読んだんです。それが浅井亮さんっていう人が書くIn the Mega Church っていう本を読んだんですね。はい。っていうのでもう去年出版された本なんですけれども、最近やっと読み終わったんですね。はい。で、この本を読む前は正直言うとどんな本なのかっていうのは、そしてタイトルの意味も全然わからなかったんですけれども、日本で去年からすごく話題になっていて、今も人気なんですけれども、なんでこんなに人気なのか、話題になったのかがもう分かるぐらい納得できる内容だったんですね。で、その本のテーマがファンダム経済っていうので、推し活文化のことについて書かれているんです。っていうので、推しのためにいろんな活動をしてハマって、で沼る人いるんですけれども、沼る人とそして沼らせる人がいるんですけれども、この沼らせる人、アイドルのプロデューサーみたいな感じですね。そういう人の視点が書かれていたりして、沼らせる人ってこういうふうにマーケティングをしていくんだなっていうのがびっくりしたんですよね。で、それと反対に沼る人の心理っていうのは、自分もね沼った経験があるから、こういう心理状態だったな、わかるわかるっていう感じで共感できるんですけれども、はい、沼る人、そして沼らせる人がいるっていうその視点がとても面白かったんですね。あと最近ネットフリックスで出た日本のドラマ九条の大罪、皆さんご存知ですかね。九条の大罪っていうのは、これもともと漫画が原作なんですけれども、最近ネットフリックスでドラマ化されました。で、この九条の大罪は、日本の社会問題を取り上げているんですけれども、その中でも第6話第7話に出てくる雫さんっていう女の子が沼るにぴったりだなって思ったんですね。で、この雫さんは、トイコキッズみたいな感じのちょっとフラフラしている感じなんですけれども、ある時、ちょっとホストっぽい人に出会って、でそこからもうどんどんお金を使っていってしまって、でじゃあそのあとどうなったかっていうと、そのホストっぽい男性の言いなりになってしまって、ちょっと悪いことをねしてしまったんですけれども、けどもずっとその男の子のためにっていうのでハマるから沼る、そして沼るから依存して
ドラマ見たらわかるんですけど、最終的にそんなことまでしてしまうぐらい沼るって怖いんだなっていうのを、はい、ドラマでね感じたんですけれども、まあ実際の話なのかどうかわかんないんですけれども、実際にもあり得る話だなと思って、もうその第6話第7話見た時にちょっとね気持ちが重くなったんですけれども、沼るっていうのが恐ろしいパワーがあるんだなっていうので、その沼る人もそうだけど、やっぱり沼らせる人もいるから、この沼らせる人が何かやっぱり意図があってそういう風に仕向けているんだなっていうのが客観的に知れる内容になっていて、とても、はい、考えさせられる内容でした。はい、っていうのでね、ネットフリックスで九条の大罪、はい、私も最近全部見終わったんですけれども、お時間ある人はぜひ見てみてください。では今日出てきた単語を復習します。沼る、沼る、はまる、はまる、依存する、依存する、沼、沼、沈む、沈む。今日の動画はここまでです。はい、最近皆さんのおかげで YouTube 登録者数が100人を超えました。ありがとうございます。これからも引き続き聞いてほしいです。バイバーイ。